きり言います。いくらリズム練習を頑張ったところで一向にあなたのリズムは良くなりません。むしろ練習をすればするほどあのノリから遠ざかっていきます。ジャズ生活の彩りを、どうもこんにちは、ジャズギタリストレイダーゲです。ということで今日はアメリカ人が持つあのノリについてちょっとやっていきましょう。まず最初にちょっと一つ言わせてください。冒頭やサムネイル等々で最初強い口調で言ってしまいましたが、そちらについてちょっと謝らせていただきます。で、なんでそういう口調であえて言ったかというとですね、バズりたいそれもあるんですけども、それほど強く伝えたい、ところなんですね。僕自身もですね、ずっと日本にいる頃からですね、ノリ、グルーブ、スイングってなんだろうってずっと考えてきた一人で、なかなかね、こうですよっていう答えをですね、聞いても教えてくれる人がいなくてですね、ずっと模索して、ニューヨーク来て、ロン・マックルーアーさんと出会い、いろいろね演奏したりセッションしたりしていく中でいろいろ教えてもらったということなんですね。スイングの話と、似てるんですけども、ちょっとアングルを変えてもうちょっと分かりやすいように、僕は基本的にジャズしかできないんですけども、この持ってるノリをちゃんと意識してファンクとかね他のジャンルやるとですね、すごい見方が変わってくるんですね。なのでそちらをお伝えしたいなという次第でございます。リズムってものと、ビートっていうものがあるんです。これ、別々の話なんですね。このビートをしっかり理解しない上でリズムをやったってはっきり言って意味がないですよ。太鼓の達人とかと同じですよ。リズム当てゲームみたいなものなんですよ。それでははっきり言って演奏していく上では全く意味がない。生かされない。で、多分この動画見てくださってる方っていうのはそういう違和感っていうのは感じてると思うんです。僕もずっと違和感を感じてました。例えばですね、日本のジャムセッションとか行ってなんだっけ You'd Be So Nice なんとかっていう曲があるんだけども、みたいな曲があるんだけども、こういう特にねマイナーの曲でこれぐらいのテンポの曲ってね、日本で聴くとすごい違和感僕あって嫌いだったんですよ。メロディーだけとりあえずやってみようか。120ぐらいで、こういう感じね、日本だと。みたいな感じでなんかちょっと違うじゃないですか。最初の方、日本の方ってなんかベタっとして正直言うと演歌みたいで、僕本当嫌いだったんですよ。日本のジャムセッションとかでこの曲、こういう系の曲リクエストされる時ね。でここで何が違うかですよね。で前半の方は点のリズムなんですね。で後半の方がですね、音が出る前のもっと深い線のビートなんですね。ではその線のビートっていうのは一体何だと、やっていきましょう。でですね、簡単に説明すると言語の違いっていうのもすごいあるんですね。例えば日本だとマクドナルドですよね。で、アメリカだとマクドナルド、うまくないんだけど僕の英語はね、タラね、タラタタタタタタ3連符タタタタタタタラ。外国人が日本語を喋る時って変なアクセントつくじゃないですか。こんにちはとかね、こんにちはじゃなくてこんにちはおたにさんとかなるね。タとね、ポイントですよ。あと古いけど今出てきちゃったから言うけど、ちょっとお笑いのリズムネタとかありますよね。タッチね、双子のやつね、ちょっとね、トントンね、点のリズムなんですね。これをですね外国人風にやるとですね、ちょっとなるわけですね。実際どうか知らないですけども、このビートのあれにのっとってやるとですよ。あとあれですね、でんでんでんででんででん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 、オリエンタルラジオン、リズムがあるようだけど全部点のリズムになってるね。これら
共通点してるのがですね、全部ダウンビートにアクセントがあるわけなんですね。これもスイングの動画でも話してるんですけども、ちょっと視野を広げてお話ししますので、僕らがこの目指してる音楽のこのノリありますよね。さっき意識したポイントっていうのは全部アップビートだったんですね。そこがポイントなんです。とここまで解説してきましたが、正直自分で自分のミス気づくのってどえらい難しいですよね。実は昔私も独学で限界を感じていたのでよくわかります。そんな方のための場所を作りました。レイ大家ジャズギターラボでは全75本の体系的な講義だけではなく、皆様の演奏を直接チェックする LINE の個別添削を行っております。一人で何ヶ月も悩むより1回聞いた方が100倍早いです。最短でニューヨーク直結の本物の音を手に入れたい方は概要欄のリンクを今すぐチェックしてみてください。さてそれでは解説動画の続きやっていこまい。でこのアップビートを意識するっていうのが彼らにとってすごい大事なことなんですよ。なんかグループ名忘れちゃったよ。なんかねちょっとすごいファンキーにやってる4-6があって、でもこの延長上でいくら頑張ってもいいノリは生まれないらしいんですね、彼らにとってはね。アップビートをしっかり意識してというところですね。あとはね、これもね、アップビートをしっかり意識してね、ね、ちょっとした違いが出てくるわけですね。うまく切り替えられなかったけど、カッティング僕下手なんだけども、ね、でこのダウンビートを主にやってるうちにこのキレとかなんとかやったって結局伝わらないので、アップビート、ね、グルーブノリっていうのをしっかり、身につけた上でリズムをやらないといけないんですね。これだけなんですよ。音の短さうんぬんとかじゃなくて、しっかりアップビート意識していけば全部ねつながってくると、勝手に意識されるという感じですね。でですね、アメリカ人、特にブルース等々をルーツに持つアメリカ人の方々いるじゃないですか。体でリズム取る時ってちょっと独特だよね。我々から見るとね、彼らから見ると我々のリズムはすごい独特なんですよ。それをちょっと説明していきましょう。でですね、嫁さんアメリカ人なんですよ。僕ダンスできないですけど、ふざけてなんか一緒に踊ったりとか、もちろんその時に変な乗り方だねみたいな感じで言われたんですね。嫁さんはっきり言ってすごいやっぱりしっかり体が乗ってるんですね。ではその正体は何でしょう。はい、先ほどから言ってる線のビート、はい、アップビートしっかり意識してるわけですね。で多分ここまで聞くとアップビートをただ意識すればいいんだっていう思うかもしれませんが、ダウンビート、トン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 、このノリの中でアップビートを意識してしまうとダダダダになってしまうんですね。ダウンビートありきでしっかりアップビートを意識しないといけない。カカップカップカップカカカカカップカでここつながってるでしょね。そういうところなんです。でこれを意識してからですね、嫁とまたね遊んだりしてる時にリズムの取り方なんか変わったね、すごいリズム乗ってるよみたいな、分かるよみたいなことを言われてですね、ああそうですかという三段感じなんですけども、日本人のよくあるリズムピピピピ点のリズム、ダウンビートのリズムですね。何が違うかというとダウンね言ってだけなんですね。
なのでちょっとロボットみたいとか機械的とか思われるんですけども、アップビートをしっかり感じてないから、ここがこっちのノリがないからリズム乗ってないとかいう思われてしまう。なのでワンツースリーフォー、こっちを意識してるわけですね。バカでブルースとかがルーツにあるこうお腹から動かしてるんですね。そこで感じてると、丹田というかね。なのでここが振り子になって、ここの空気感というかね、ノリゴムを引っ張るようなここのあれで、グルーヴを感じてる、作ってるという感じなんですね。で頭こう振る時も実はここの首のこう根元からこう振っていう感じですね。で、演奏する人は体の中にもこの感覚が入ってるので別にやれない、いろんな状況があるわけですね。楽器を弾いてるわけですから、踊るわけじゃないから。でもこの感覚をしっかりみんなに、分かってほしいなという、気持ちで、今回の会はお開きになります。なのでアップビートに意識がないところで2拍4拍バックビートを感じてなんとかかんとかってやると分かんないので、ダウンビートの感覚でそのまま裏返ってしまうだけなんですね。なのでリズムが逆だって言われる。でこれをずっとキープしてるわけですね。なので線のビートというところなんです。なのでそこのところがビート感の違いで、ここをなくしてリズム感が違うということになってるんですけども、ビートに乗ることはできても、リズムが弱いアメリカ人はたくさんいますので、逆にリズムがいくら強くてもビートがなければ何も意味をなさないという世界なんですね。バッキングにしてもこれ言われたのが、バッキングってただ後ろで弾いてるだけじゃなくて、それでお客さんを踊らせなきゃいけないというところなんですね。じゃなくてアップビートしっかり感じて、なのでこれでリズムがあって踊れるという認識になるんですね。なのでしっかりダウンビートありきでアップビートを感じる、線のビートを感じてください。最初はもちろん難しいと思いますが、音楽聴く時とか何でもアップビートしっかり感じながら聴いたり歩く時もそうですね、やると意外と慣れるもんですね。それを意識してそういうファンクでも何でもいいんですけども聴いてみるとまた世界観が変わります。なのでここの意識だけでも僕の中ですごい明白にいろんなことが変わりました。さて冒頭でリズム練習なんて必要あれせんと、僕言ってましたよね。ですがここで一番伝えたい、ちょっと伏線回収みたいになりますが、リズム練習めちゃくちゃ必要です。はっきり言えば。だけども順番が逆だったんですね。しっかりビートを意識した上でリズムをやらないといかんと。体の中にビート、この一定の波、線でつながるこのビートと言ったような気がしますが、最初の方でこれが分かってない状態でメトロノームという点に合わせにいくという行為が無駄なんです。なのでまずしっかりアップビートを意識して普段から音楽聴いたり歩いたりするとよりビートを感じやすくなりますので。なのでこれはジャズだけの話ではなく、いろんなファンクとかでも、ソウルとかそういった、ルーツのある音楽というのは基本的に、これがすごい重要になってきます。僕はジャズしかできないんですけども、ビートを感じた上でのメトロノームでの練習すごい大事です。これが僕がニューヨークでようやくたどり着いた答えになります。みたい
たいな感じでメトロノームだけで実際これアドリブやるのってすごい難しいんですよ。だけどもね、このコード感を感じてた上でしっかりアップビートを感じてやればですね、結構そうでもないんですね。なのでメトロノームをただの点じゃなくて、これでしっかりビートを感じて表現して一緒に演奏するっていうのがすごい大事です。これがねできたらね、バンドでそうそう崩れることはないですよ。しっかりドラム聴いてっていうのができるので。なのでもし今練習に限界を感じているなら、一回メトロノームを置いてまずしっかりアップビートを感じるところから、それが構築してからまたメトロノームで練習するっていうところに振り返って立ち返って、見てはいかがでしょうか。で、今は概要を説明しましたよね。感覚というか考え方ですね。で、これについてのねですね、練習方法等々っていうのはね、メンバーシップのスイングのやつでやっておりますので、ぜひとも興味ある方はメンバーシップ加入していただいて、そちらの方、見ていただければと思います。という感じで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて、楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄に何か書き込んでいただけると大変励みになります。で、特になんとも思わなかったよって方がおりましたら、コメント欄にですね、明けましておめでとう、明けおめとだけでも書いていただければこれ幸いです。ということで皆様2026年明けましておめでとうございます。ということで今年もぜひともよろしくお願いいたします。日頃から皆様の温かいのに大変感謝しております。で、最後にですね、スーパーサンクスなどをしていただけると、2026年私レイダーのテンションがただただ爆上がりしていきますので、そちらのもうぜひともよろしくお願いいたします。ということで、噛んじゃったね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。